はい、後半では先ほどまで話をしていた構造体という、知識を使って線形リストというデータ構造を作ってみたいと思います。これは配列、同じような形がたくさん並んだデータとして今まで配列というのを使ってたと思うんですけど、それに似てるんですけど、もう少しアクセスの仕方が違ったりとか、使い勝手が違ったりするようなデータ構造です。先ほどの構造体の話の一番最後で、自分自身をメンバーに含むのは NG だという話をしました。しかし、同じ構造のデータを関連付けたデータ構造、配列のように同じ形のものがいくつか並んだようなデータ構造が必要になる場合があるかもしれません。その時のために、自分と同じ構造体型データへのポインターをメンバーに含ませることは、C 言語の構造体で認めています。具体的にはこういう感じですね。例えばさっきの、スラフトリストというものがあったときに、リスト型の構造体を今こう定義しますよと。でメンバーはストラクトワールドというもの。これは事前にどっかで、ワールド型は定義しているとします。ストラクトワールド型を使います。で、名前は X にし、メンバーの名前は X にします。で、もう一つは、ストラクトリスト型のポインター変数があって、正しくは、ポインター変数を使います。二つ目のメンバーはポインター変数です。そのポインター変数が指し示す先は、リスト型の構造体になります。こういうふうにします。でこれ一見すると自分の中で、ストラクトリストの中でストラクトリストを抱えているので、自分自身をメンバーに含んでいるように見えるんですが、実はこれは違って、ここではあくまでもポインター変数を宣言しています。なので、ポインター変数は、メモリー上で確保される量というのは、アドレスを示すための数値情報を記録する箱ということで、サイズが決めることができます。なので、この場合は、このワールド構造体のサイズと、ポインター変数を格納する箱のサイズを用意すれば、このリスト型のスラフト構造体はメモリ上に配置できますというのができることが分かるので、これは一見似たように、さっきと同じように見えますけど、全然違う。ポインター変数のデータサイズは基地なので問題ないということになります。でこういうですね、自分と同じ構造体型、自分と同じ構造体型データへのポインターをメンバーに含んでいるものが線形リスト、リンクトリストと言います。ノードですね。一つの、配列というところの一つの要素みたいなものなんですが、一つの塊はデータそのものと次の要素につなげるためのポインターという、こういう2つのもので、データとポインターからノードは構成されます。つなぎ方は、先頭はここだとすると、データ1つ目あって、ポインターの情報で、このポインターアドレス情報に2つ目のノードのアドレスを書き込んでおきます。そうすることで、データ1の次は2が来るよと。で、このポインター情報には、データ3のアドレスを書き込んでおくことによって、2の次はここだよというふうに、メモリ上でバラバラに配置されているデータをつなぎ合わせることができます。一番最後だよって分からせるために、一番最後のノードのポインター情報は、特殊記号の null を書き込むように決められています。で、これは何度か出てきた線形リストと配列の違いなんですが、配列はメモリー上に連続的に格納された同一の型のデータ集合です。なので、ちょっと次のスライドで図で書くと、メモリー上にこう連続的にですね、α6 っていう整数型の配列を宣言すると、あるアドレスから連続でくっついた状態で6個分の
整数値の領域が確保されて、それぞれに要素が割り当てられるというものになります。これが配列です。線形リストは、それぞれのノードはメモリ上にバラバラに散らばっています。ただ、それらの構造は一緒だよというものです。で具体的にはこういう感じで、メモリ空間があったら、これが一つの、さっきのリストのですね、構造体になりますで。メンバーは、スラクトワールド W と。3次元座標、X 座標と Y 座標と Z 座標のフロート値が入るようなデータの部分と、あとは次の要素に、くっつけるための、つなぐためのポインター情報の箱がある。こういう4つの、情報から成り立つようなノードがメモリ上にバラと置いてあります。でそれを、つなぎ合わせるために、最初は0332として、この1つ目のノードの次のデータはここにあるので、このアドレス0380を一番最後のポインター変数に書き込んでおきます。そうすると、この次はここだよと。で、ここの次は0424なので、このポインターにその0424を書き込んでおいて、つなぎ合わせるとします。で一番最後はもう後ろがないよということで、ポインターの部分、変数に0を書き込んでおきます。これが配列とリンクドリストのメモリー空間上での違い。あと、メモリー領域の確保の仕方も違います。配列は宣言をされた時点で一括確保ですね。10個必要だと言ったら10個分確保されます。線形リストは必要になったら必要な時に確保して、必要がなくなったら開放するというような、確保の仕方をします。また、アクセスも長所短所になって、配列は、長所は全部確保されているので、ランダムアクセス。1番目を読んで、次10番目を読んで、次3番目を読んで、次2番目を読んで、次6番目を読んでというような、ランダムな順番でアクセスするときには、配列というのは非常に、効果的です。一方で、編集をしたいと。例えば10個要素が並んでいて、真ん中1つを取り除いて、で、残り、それ以降のものを上に1つ詰めてくださいということをしようと思うと、まず取り除くという処理をして、空いた隙間に順番に1つずつ、2番目を取り除いたら、3番目を2番目に、4番目を3番目に、5番目を4番目に、6番目を5番目に。というのが、そういう処理を一番最後までやらなくてはいけなくなります。逆に、挿入しようと思ったら、2番目に入れようと思ったら、まず一番最後のそのさらに1つ後にして、で、その一番最後から2番目のやつを一番最後にしてというのを順番にやって、で、3番目を4番目にして、で、そこに出来上がった隙間に数を入れるという、非常に編集の手間がかかるというのが配列の問題点です。線形リストというのは、もともとバラバラなので、その右側の長所ですけど、削除とか挿入の処理というのは、例えば、2番目に入れたかったらですね、1番目の一番最後のポインターの情報を今から入れるデータのアドレスに書き換えちゃって、今から入れるアドレスの、今から入れるデータの一番最後のポインターの情報を、もともとの2番目のやつのアドレスに書き換えちゃえば、そのもともとの2番目は3番目に変わっていきます。ちょっとこれは後でもう少し説明します。ということで、データの編集は線形リストの方が簡単にできます。ただ、C アクセスは
順番にポインターを読んで次のノードに行って、それでポインターを読んで次のノードに行くということを繰り返さなきゃいけないので、1番目の次に100番目っていうデータに飛ぶことができないですね。飛ぼうとするときには、1、2、3、4、5、6で全部ポインターをたどっていって、やっとできるということで、アクセスはシーケンシャルにしかできないという問題があります。これは簡単に線形リストの、操作を書いてみたんですが、例えば、これは先頭のアドレスですね。先頭のポインターの情報があって、1つ目のノード、2つ目のノードと。で、ここの1つ目のノードのポインター情報に2つ目のノードのアドレスが入っているから、こうくっついてますよという情報があります。で、この先頭に新しいデータを入れたかったらどうするかというと、ここのまず、先頭はどこにあるよという情報を、ここからここにですね、書き換えます。そして、ここの新しく入れるノードのポインターの情報に、もともと1番目だったアドレスを書き換えるだけで、流れとしてはこういう順番になりますよと。一番最後に入れるときは、どうするかというと、こう一番最後にはヌルになってるんですけど、ヌルの部分を次の新しく入れるノードのアドレスに書き換えると。その時はこれが一番最後になるので、この新しく入れる構造体線形リストの、ポインター情報はヌルにしましょう。これバツって書いてます。ヌルっていう意味だと思ってください。ヌルにしましょうね。これだけで一番最後に加えることができます。データをじゃあ除くこともそんなに難しくない。さっき一番最初にこう入れたやつをまた元に戻したいというときにはどうするかというと、まず、ここの最初先頭のアドレスの情報を、今はこっちのノードにあるんですけど、こっちのノードだよというふうに書き換えます。これバチンと切りますと。で、ここの、次のポインターはっていう情報を、書き換えてやると。こう切ります。具体的には、ここの先頭のアドレスというのを、ここからここに書き換えるだけで、実際には、このデータは削除することができます。一番最後にこうくっついてるやつも、ここの一番最後の部分をもうこれでおしまいというヌルにしちゃえば、データ的にはパチンと切られて、削除することができます。こういうふうに線形リストは非常にデータの削除、挿入が簡単というメリットがあります。はい、それでは最後に、今週のレポート課題について説明します。今週は構造体に関する以下の用語、メンバー、アロー演算子というのは何かというのの用語の解説をしてください。で、次にこれは少し図をかけながらやってもらいたいんですけど、4個の要素はインテジャーにしましょう。インテジャー型の変数が4つ並んでいるようなデータがあります。そのデータの2番目に新しい同じようなインテジャーの変数を追加しましょう。挿入しましょう。で、5個の要素があるデータにするという処理が今やりたいとします。その時にデータ構造として線形リストを使う場合と一次元の配列を使う場合、どちらの方が効率が良いか。で、それはどうしてかと。線形リストでやるとどういう手順で処理をしなくてはいけないか。一次元配列だったらどういう処理で手順で処理をしなくてはいけないかというのを、図で書きながら説明してください。はい、それでは今週はこれでおしまいにします。